塗りたくないところで剥がせる場所、剥がせるじゃないね、取れる場所。はい、皆さんこんにちは。車の大自然家シノピーです。今回は以前ジムニーシエラのミ塗装樹脂部分を外したので、そこの塗装ですね、これを使って塗っていこうと思います。でこれ何かと言いますと、僕ねちょっと勘違いしてたんですよ。これねラプターライナーだと思ってたんだけど、ラプターライナーではなくラプターっていう別の商品。このガンがね違かった。ラプターライナーは先がねプラスチックだったんですよ。けどこれまあ全部鉄で、あれと思ってちょっと見てみたらラプターライナーとは書いてなかったんだよね。で、何かと言いますとチッピング塗装ですね。ボコボコしたような塗装になる塗料です。中身はガン、それと塗料が4本、それと硬化剤が4本分。だからこれ分けて入れていかないといけないのかな。これで4万近かったかな、3万なんぼ、まあまあ高いんですよ。で今一応説明書を見ようかなと思ったんですが、日本語はないね。まあ仕方ないね。とりあえずまあこれをまあ塗っていくという感じですね。で僕自身ね初めてです、これを使うのはね。うまくできるのかどうかもちょっとよく分かっていないんだけど、塗っちゃいますと。で今から外に行くんだけど、塗る前に下処理とかをしないといけないので、その辺をちょってやって塗る作業までいけたらいいかなと思います。はい、そしたら外にやってきました。でミ塗装樹脂以外にも塗りたいところがあって、それがこれですね。サイドミラーのカバーですね。これが艶のある黒なので統一感がない。だからこちらも塗っていこうかなと思います。あとはエンブレムかな。まあ反対側にもついてるんですが、エンブレムね、これもメッキなのでちょっと統一感を持たせるためにこれも塗っていきます。こっちもねジムニーシエラのエンブレムと、あとこれも塗ろっかな。じゃあまあこの辺をちゃちゃっと外していっちゃいます。簡単に外れるのか。あ、外れる。よいしょ。どうなってんだ。はい、とりあえずエンブレムとサイドミラーのカバーを外しました。あとは下処理をしていかないといけないんですよね。でこのエンブレムは塩素系の漂白剤ハイターですね。これにつけてメッキを通そうかなと思っています。でまあそれ以外のテールランプだったりフォグランプ、その辺を一回外していっちゃいます。ちょっとまだすぐに塗装というわけにはいかないですね。もうできるだけ塗りたくないところで取れる場所はもう全部取っていっちゃいます。この辺のクリップも外しちゃおう。これも外そう。こんな感じですね。エンブレムどうする？取ろっか。あとこの網ね、これね外れるっぽいんですよ。けどフロントグリルのこの網が外れないので、この下もね一緒に、塗ってっちゃおうかなと思っています。悩んだんだよね。外れるんだったら外したかった。フロントグリルの方ね、ここだけ塗らないっていう感じで行きたかったんだけど、細かいからね大変なんですよ。よし、上外れたでしょ。基本的に裏側塗らないんだけど、なんか色ついちゃったら嫌なので外してる感じですね。ホースはもう後でいいや。よいしょ。あとテールどこまで外すかって感じだね。8ミリラチェッツ、5ミリでした。はいはいはい、外れました。よいしょ。
取れんのか。よいしょ。もう取れるからちょっとナンバーのステーですね。サポートみたいな。あと取れそうなところはないかな。 OK ですね。そしたらサイドミラーのカバーですね。こちらこのままだと塗れないので足付けしていきます。めっちゃアナログ。他のやつもやれますか。はい、そしたら塗っていこうと思います。簡単にちょっと脱脂をして、この後密着ロンを使います。で、密着ロンを吹きつけた上にラフターライナーを塗っていこうかなと。基本的にその密着ロンは足付け不要なんですが、軽く磨いてしまいました。そしたらパラパラ吹いていきます。だいたい2回ぐらいかな。こっちも吹いていきます。これ吹きすぎです。分かってはいます。ラフターライナーでした。ここに書いてあったわ。ラフターライナー。使い方は硬化剤が入っているので、これをこの中に入れて振っていくんですよ。で、僕はこの4本セットのやつを購入したので、4分の1まず硬化剤を入れてよく振る。で、振ったらホースにつなげて吹いていく。一応ね、このインジケーター調節できるやつね、エアの圧力を購入しました。800円ぐらいかな。あ、ちょっと待って。あ、ないじゃん。マジで言うてんの。危な。硬化剤入れなくてよかったわ。なんとかありました。この部分がなかったので焦ったわ。で、これ自体に調節機能がついてないんですよ、エアの。圧によってこの出方っていうか粒の感じが変わってくるらしいんですよ。だから調節できるやつを買っておきました。そしたら硬化剤を入れて吹いていこうと思います。どんくらい ?946。946割る4は236.5。最初に軽く振っといた方がいいのかな、知らんけど。硬化剤投入ですね。さあこれを振っていきます。振れる。このね、現役のままだと全然振れないんですよ。けど硬化剤入れたことによってこの混ざってるの分かりますね。最近ダメだね、体力がない。 OK っしょ。さあ蓋を開けてこいつに装着をすると。そしたら段ボールに試しに吹いてみます。なるほどね。なんか圧が弱そう。ちょっとむずいね。こんなもんでちょっと行ってみよう。よくわからんけど。こういうちょっとブツブツみたいな感じになるんですよ。で、大体2、3回ぐらい繰り返し塗っていきます。で、特にパラパラ吹く必要もないと。いきますね。で、最初は厚めに塗っちゃって OK みたいなんですよ。で、2回目、3回目で距離を離してパラパラ吹いていく。そうすると、ボコボコがいい具合になってくみたいです。この段階で、このボツボツを仕上げる必要はないんだと思う。すげえぶっ飛べたする。近くで見るとこんな感じですね。で、そんな乾燥を待たずに2回目、3回目いっちゃっていいみたいですね。結構ね、分厚く塗れる。だから足付けもがっつりいっちゃってもいいんじゃないのかなとは僕は思っています。すげえ飛び散る。
そしたら2回目はちょっと距離を離して塗っていきます。で、この距離感も一定にしないと、ボツボツ具合が大きかったり小さかったりするので、注意が必要かもしれないです。遠くからやった方が、ボツボツ感が出る。なので、最初にあらかた塗って、後で距離で、このボツボツ感を出していった方がいい感じですね。あんまね、がっつり塗れないっていうか、まだらになるので、最初にベースを作った方が良さそうです。まあまあ、むずいな。むずいな。変に全部塗らずに、例えば、この上の部分みたいに濡れてるとこと濡れてないところがある感じもなんかかっこいいけど、どうなんだろう。うわ、すごい足がベタベタくっつく。なんか普通の塗装と違って綺麗にっていうか、ちょっと変になったところも味になってくれるからいいんじゃないですかね。とりあえずフェンダーの方は前後塗り終わったので、あとはまあ他のパーツを塗っていこうかなと思います。はい、そしたらまあサイドミラーのカバーだったり、あとサイドのステップのとこ、ここも塗り終わりました。もうね、3本使っちゃってます。フェンダーで、今ここで1本。フロントグリル、フロントバンパー、リアバンパーが残ってるんですよ。もう足りないね。1本2本ちょっと買い足さないといけないですね。あともう床が今ベッタベタで、ブチルあるじゃないですか。あれをぶんまいたみたいな感じになっちゃってます。この辺ちょっとね、注意が必要かもしれない。ちょっと追加発注ですね。はい、追加で2本購入しました。これで計6本ですね。追加料金は1本1万円なので2万円。これで5、6万いってますね。大きな出費。でもまあしょうがないね、材料費だから。ちなみにこれにはあれ入ってないです。ガンなので、以前使ったガンをしっかりシンナーで洗っといたので、こちらを使って拭いていきます。はい、そしたらフロントグリルとフロントバンパー塗り終えました。正直なところ簡単だったけど難しかったっていうのかな。ちょっとね、矛盾してるんだけども、普通の塗装と比べて下地とかはそこまでね綺麗にこう削ったりとかしなくていいので、その辺は楽なんだけども、ボツボツのばらつき、ばらついてるんだけども均等にばらつかないっていうか、距離感とかがね非常に難しい。その辺はね、実際に取り付けてから各パーツね、ボツボツ感っていうのが若干違いっていうのがあるので、その辺はちょっとお見せしていこうかなと思っております。とりあえず感想ですね。Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was shortened. No, throughout my life you've called me a renegade. Oh, throughout my loves you said we could start again, but I'm a renegade. はい、そしたら取り付けまで終わりました。遠目から見るとこんな感じですね。そんなね目立つ感じではないんだけども、近寄るとこういった感じでボコボコしております。どうでしょう。エンブレムはまだ塗ってません。ちなみに塗った箇所で言うと、ミ塗装樹脂の部分、まずフロントグリル、あとフロントバンパー、あとフロントのフェンダー、それとミラー、あとサイドステップ、リアフェンダーからのリアバンパー、ここもまだ塗ってません。あとこのちょっとしたところね、ここも塗っておきました。どう？
いい感じなんですよ。けど納得いってないわけじゃないけど難しいなと思った部分、それはこのブチブチ感ね。わかるかな。これフロントバンパー、これ結構ねうまくいったんですよ。最後の方に塗ったので、自分の好みのブチブチ感になってます。どういうことかと言いますと、このちょっとツヤのあるような大きめっていうか凹凸がすごい、このブチッとしたのが分かります？散らばってるのが、これがね僕はいいなと思ってたんですよ。けどこっちは同じような感じで散らばる感じがない。こっちはねうまくできなかったです。あとは左のフェンダーね、この辺とかはガンの距離が近かったのかちょっとツヤが出る感じになって、ボコボコ感、凹凸がねはっきりしてないことはないんだけど、この下と比べると分かります？こういうのがねまたいいなと思ってたんですよ。でこれは一回塗った後にエアーを下げて唾を飛ばすような感じぐらいのブチ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 吹きかけたらこういう風になりました。これはねちょっとね深すぎたんだろうな。あとはね塗装の膜厚っていうのかな、塗料自体がすごい厚いものなので、例えばこういうクリアランスのないところ、こういうところとかはこの奥側僕マスキングテープ貼って塗ってないんですよ。この下と上ね。だからこの辺もうまくやらないと入らないとか、あと入ってもちょっと車に傷をつけちゃうみたいな、ガリガリってなっちゃうっていうケースも出てくるかもしれない。なので一旦外して塗る人はその辺ちょっと注意ですね。けどいいんでないですか。個人的には十分ですよ。満足いく形にはなりました。 OK 終了。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はラプターライナーでジムニーシエラのミ塗装樹脂の部分をほぼ全て塗りました。出来栄えで言うと90点かな。全体的にはすごい満足いってるんだけども、先ほども説明した通り理想のブツブツ感にするのがちょっと難しかった。これはねもう経験だと思う。圧と距離感、最初は結構圧強めっていうかバーってこう吹いちゃって、その後に圧弱めて遠目からパラパラ吹くことによって僕の好きなブツブツ感になったんだけども、最初の方はそれがちょっとうまくいかなかった。そのブツブツ感だからこの平等にはなんないんだけど、同じような感じのブツブツ感にするのが素人の僕には難しかったって感じですかね。だけど満足いってます。すごく満足いってます。であとはね材料費だね。塗料とセットでついてくるガン、今回で言うとトータル55,000円。やっぱ材料費も高いので、そこら辺は金額と相談しながら業者にお任せするのか自分でやるのか。業者だったら全てのパーツいい感じにしてくれるとは思うんだけども、自分でやってみたいっていう人はそれなりにお金もかかるし、あと塗料がねブチルゴムみたいのをブチブチ吹いてるような感じなんですよ。で固まるとアスファルトみたいな感じになって、あれがね厄介。靴がねダメになります。要はこの上からこう吹きかけた時に下に塗料がババババこうつくんですよ。でそれがもう歩いてるともうベッタベタくっついてきて、ほんともうアスファルトの石あるじゃないですか、塊を足の裏にこうくっつけて歩いてる状態みたいになってくるので、そこら辺も注意しながらやっていただければいいのかな。あとはコンプレッサーがないとできなかったりね。それ以外で言うと今回はその密着ロンを使ってくっつきを良くしたんだけど、そこら辺も用意しないといけないとか考えるとそれなりに金額はいっちゃうので、プロにお任せするのも手かなと僕は思います。今日僕自身は今回自分でやって楽しかったし、めちゃめちゃいい経験になったし、次もまたやろうと僕は思いました。ラプターライナーも黒だけじゃなくていろんな色があるみたいなんだよね。白に塗料を混ぜて赤とかにできたりとか、気になる方は調べてみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。何これ。